皆さんこんにちは。読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら。表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬、若林正康さんです。オードリーの若林さん。一人旅をする、いわば、旅行記が出てます。この表紙には、モンゴル、アイスランド出てます。それからキューバ行ってるんですよね。キューバ、モンゴル、アイスランド、それから東京のこともちょっと後ろの方に書いたりしてますけども、非常に人見知りです。で、人見知りなもんだから、あんま人と話さないんですけども、人見知りじゃん。でも海外行ったら、自分から話すということをしないともうしょうがないです。強制的に話す環境に置く。見てると、もう予約から自分でやって、案外と積極的に外に出てます。テレビとかで拝見してると、割と、そういうことを自分でしなさそうな感じで、もう人に言われて嫌々っていう感じじゃないかと思ったら、案外となんだろう、積極的にというよりも、行っちゃえっていう感じで、キュッと自分で自分の背中を押してグッといくっていう感じで、いろんな国に行くんですよ。で、面白い体験もいっぱいするんですけれども、基本的に一人ですからね。周りにもうこういうキューバとかに行って若林さん知ってるなんていう人あんまりいないですから、自由な感じで、いわゆる一般人として、過ごします。で、このタイトルの表参道のセレブ犬、カバーニャ要塞の野良犬というこの2つの対比なんですけど、内向的、内気、一人が好きみたいなキャラクターです。で、表参道のセレブ犬を例えば、いわゆる普通の人の中のいわば成功者みたいな例えで自分がいてとします。普通の人というのは自分がいるんですけど、自分という存在がどういうものなのかがもうすでに分かっているので、友人を見つける、仕事を探す、どこどこに行く、誰と何をするみたいなことっていうのは自分からガッガッといける。そしてそれが最短距離でより効果的な方向に行く。どうしたら、どういう仕事がいいのかな、どうしたらいいのかな、この人は信用できるのかな、誰と友達になればいいのかなみたいなこと迷わない。ところが、自分がなんだかよくわからないから、俺は何に向いてるんだ、俺は一体この孤独をどうしたらいいんだと、仕事はどうしたらいいんだみたいなことを考えて、自分のことばっか見てると、いわば自分の方に向いちゃうので、なんか気味悪がられるみたいなことを書いてる。で、日本って、いわゆる自由主義、資本主義じゃないですか。新自由主義ということがこの中で出ています。で、競争社会があって、そしてその中で、いわゆるいい大学出て、いい仕事ついて、お金たくさん儲けて、そのたくさんを儲けたお金でいろんないいものを買ったり、いい思いをしたり、いいものを食べたりして、そして楽しく生活しましょう。それが豊かな生活です。みたいな感じ。で、その裏には、だから自分で努力しなさいよ。っていう部分がある。でも、そこに効果的にパッといけない人っていうのはどうしたらいいんだって自分の中に自問自答するんです。たびたびこの人は。でも、この野良犬を見たときに、ああ、俺みたいだなと思った。でも、すごく幸せそうだった。その辺の人に、なんかご飯もらったりしながら、なんか自由にその辺で寝そべって自由に寝っ転がって、それが、そういう生き方はあったかいところ、快適なところに寝転がって、高級な餌をもらって、可愛がられて洗ってもらってっていう生活ではないけれども、それを、最高の幸せというふうに位置づける必要はないのではないかというふうに思うと、
別に今の自分のままでいいんじゃないかというふうに思ったというところです。大まかに言うと。で、いろんなところに行くんですけど、この本読んでると、なんでこの人がキューバに行ったのかっていうのが出てきます。で、そこはやっぱりちょっと読んでほしいのでね、言いませんけれども、この人は幸せだなというふうに、ちょっと思います、やっぱり。で、家族と一緒に行くわけじゃないですけど、一人旅ですから。でも家族のことがたびたび出てくるんです、この中に。で、家族は自分の味方だって書いてます。特に父。この人にとってはよ。で、今の世の中、殺人事件とかもあるじゃないですか。で、いわゆる殺人、日本で起こる、これ海外はどうかわかんないですけども、日本で起こる殺人事件の割と多くは、近親者、つまり家族によって起こされるものです。ですから家族は必ずしも自分の味方だ、それがもう日本全国全員ですと言い切ることはできないですけど、でも逆に言うとこういう環境にあるなと自分で思えるという人はやはりとても幸せなんだと思います。って思う。って書いてあるそこはやっぱなんか素直に受け入れていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。心に残った言葉、いつものやつでこれです。75ページの13行目なんですけども、これあれか、言っていいか、キューバの英雄ゲバラの言葉です。著作権もないしな、ゲバラの言ったことだったらな。言いますよ。明日死ぬとしたら生き方が変わるのですか？あなたの今の生き方はどれくらい生きるつもりの生き方なんですか？っていう言葉です。聞く人の立場や年齢、環境などによって様々感じ方は変わる言葉でしょうけども、でもしっかり生きなきゃなって思う言葉ですよ。やっぱね、旅行記、気ままな美味しいもの食っていいもの見てきたみたいな感じのただの薄っぺらい本ではないです。しっかり読んでくださいこれで、特にね後ろの方のね後書きがあるんですけど、ここはしっかり読んだ方がいい。2回まで読んだ方がいいっていう感じのする内容です。若林正康さん、表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬、おすすめの本です。読書の達人でした。